無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士新 SD 戦国伝超機動大将軍編武者ローズ1995年発売のキット。今回は塗装パートその2、前回の軽装形態編に続きフリーハンド筆塗り武者形態スーパーモード編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので作業がしやすくなります。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。モデルカラーのライトグレーを水で溶いて白パーツの兜に流し入れ墨入れしました。ローズサーベルに緑を入れました。モデルカラーのライトグリーンです。明るい緑色。今回の使用塗料の中では際立つ差し色になりました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。赤です。ローズサーベルや旅姿の武装パーツに、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。ゲームカラーのシルバー。さすがの銀の発色の良さです。布シールも使わず、左肩のアーマーにも塗装をしました。兜やローズサーベル、キャリバーにも使いました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。次に金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。旅姿の武装パーツ、武者形態のパーツにも軒並み塗装箇所がありました。こちらも面積は広いですが、顔料を含んで隠蔽力強めの金。極力均一なペイントができるように、下出るカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。下出るカラーのシェード、ドラケンホフナイトシェードを使いました。水で薄めて青の成形カラーパーツの各所に墨入れ的に使いました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。前回作った軽装形態に武装する形で、まずは旅姿です。フロントビューからリアビュー。武者形態を組みます。キャリバーは左の肩アーマーに接続します。右左の肩にそれぞれ武装パーツを取り付けます。党派5人衆の一人で、デザインベースはガンダムローズです。兜を完成させて頭部に取り付けました。フロントビューからリアビューがこちら。パーツ乾燥させてスーパーモードマッハウィングフォームです。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー145武者ローズ塗装パートその2旅姿と武者形態とスーパーモードを完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。